お久しぶりです。おかま見て。この日焼けやばない？あと顔のね、ここサングラス焼け。やばくない？昨日ずっと撮影してて、紫外線をね、ちょっと舐めてましたね。毎年春恒例なんですよ、こういう日焼けすんの。ドイツから帰ってきて、一本も動画を上げてないんで、そろそろなんか上げないとなと思って、今は4月の16日、正式にフリーランスとして東京で働き始めて1年経つので、新卒フリーランス1年やってみてどうだったかとか、ちょっと話せればなと思います。先にね、食べさせてください。1年前はね、まだ東京に上京して少ししか経ってなくて、でもクライアントさんはいたんですよ。まず第一前提として、俺のこの仕事はね、いろんな人に支えてもらいながら成り立ってるわけなので、感謝を伝えたいです。ありがとうございます。それに応えられるぐらいのスキルアップをどんどんしていかないといけないと思うし、それに見合った価値をね、提供できてるかって言われたら、できてると自信を持って言えますね。でね、1年経ってみて、なんかすごい感じたことがあるんですけど、自分のやりたいことが分かってきたっていうか、今までもなんとなくぼんやりとしたものあったんですけど、それがね、ちょっと具体的に見えてきたなっていうのがありますね、この1年で。だから俺就活とかもしてないし、今思えば少しぐらい経験としてやってみてもよかったかなとは思ってるんですけど、俺は多分ね、向いてないっすね。会社員やってたとしても多分すぐ辞めてるかな。自分の選択に間違いはないとは思いますね。間違いがないようにこの1年を過ごしてきたっていうのもあるので、いい1年でしたね。この1年ね、すごいいろんなとこに行かしてもらってて、俺の一つの夢だったベガス、台湾行って、で、今年の1月か。もうだってあれ、4ヶ月前ぐらいか。トルコ、ドイツは個人旅行として行ったんですけど、2、3週間旅行とかさ、絶対できないじゃん。普通。フリーランスっていいなって思いながら旅してましたね。多分この動画を見てる人は、もしかしたら新卒で入った会社を辞めようとか、まだ3年経ってないけど辞めたいなーみたいな人がもしかしたら多分見てるかもしれないですけど、新卒でフリーランス絶対におすすめはしないですね。なんでかっていうと、そんな甘くないっていうか、絶対におすすめしないですね。めっちゃ思うんですけど、会社の看板を背負いながらいろんなことにチャレンジできて、失敗しても別に何もね、起こらないじゃないですか。会社に入ってるメリットっていうのがめちゃくちゃあるわけで、いろんな企業さんとの取引をさ、任せられることもできるし、そんなの俺みたいなペーペーなフリーランスとかが最初からできる世界じゃないわけよね。フリーってもう個人と企業とのこの取引だから、変なイメージがついたら一発で終わっちゃうんですよね。じゃあ次回から別の人にお願いしますみたいな。そういうことがあるわけですよ。俺はそういうのは一切ないけど、それほど責任感が強い仕事でもあるし、逆にそういうのが俺は向いてて、人としても成長できるし、自分の実績にもなるし、経験値がね、半端なくつく。そうだね、そんな感じだね。で、収入に関しても、ある程度の額はもらってますよ。やったらやった分だけもらえるから、自分のモチベにもなるし、その点はね、結構でかいかな。俺はね、やったらやった分だけもらえないとちょっとしんどいかなっていうのは、もうだからそれがあって、会社員っていう枠組みには戻れない。会社員やったことないけど。だってさ、どんだけさ、100万の取引とか、1000万の取引契約結んだとしても自分に入るのは20万とか、25万とか。やったらやった分だけ欲しくないっていうのが、俺の持論かな。そういう収入の面でもそうだし、働き方の面でもそうだし、俺はすごい今のフリーランスの働き方があってて、好きな人と仕事できて、どこでも仕事できて、自分のスキルを磨けて、で、いろんな社長さんとつながったりもできるし、人としての経験値はめっちゃ上がったかなっていうのがありますね。なんかめっちゃ真面目な話になってるんですけど、この1年本当に楽しかったわ、マジで。最高やった。去年の今頃とかは
だから家賃も自分で払うでしょ。もう全部よ、全部。それを全部自分で払わないといけないから、俺一人暮らしだから、それ毎月俺いけんのかなみたいな。マジで怖かったけど、まあなんとか、やれてんじゃないですか。旅行にも行けて。そんな感じで、ハングリー精神を持って、頑張りたいです。法人化はね、いずれすると思うので、まあそれの仲間集めみたいなのを今してますね。やっぱりね、俺は気づいたんだけど、俺はね、アーティストなんだよ。自分が作りたい動画を作って、それをいいと思ってくれる人に価値を提供したい。でも少なからず仕事と割り切って映像を作らないといけない場面はもちろんあるので、まあそこのバランスだよね。そこのバランスを履き違えると、まあ好きなことが好きじゃなくなってくるみたいな。だからよく好きなことを仕事にしない方がいいみたいな、趣味のままの方がいいっていう人は多分そこのね、塩梅をね、うまくできてないっていうか、客観的にその物事を見れてないのかな。俺はめっちゃ迷ってましたよ。大学時代にこれを仕事としてやっていくべきなのかみたいな。まあ簡単じゃん。趣味としてやっていくんだったらさ、一回でいいから、まあ後悔のない人生を歩みたくて、まあ映像制作で食べていきたいなっていうのがあったのでフリーランスになったんですよね。会社である程度勤めてから、まあフリーランスとして独立するのもありなんかなって思ってたんですよね。まあそれがもう一つのオプションとしてはあったんですけど、正直ね、なんかもうフリーランスでいろんなクライアントさんと直接取引させてもらってた中で、会社員として一から始めるのもどうなんだろうみたいな。今まで築き上げてきた階段をまたさらに一から登るみたいな。まあそれもフリーランスとして独立した理由でもありますしね。そういえば言ってなかったわ。実は去年の12月か。そう、台湾に行く前に日本のパスポートが必要ってなって、22年間生きてきて、初めての日本のパスポート取りました。世界一のパスポート。超かっこよくない？もうこいつさえあれば、どこでも行ける。まあ、日本は二重国籍は認めてないから、日本だと日本人として生きるんですけど、ブラジルだとこいつを使って帰りますね。まあそんな感じやね。すごいいろんなね、ごっちゃになって話したんですけど、こういう生き方もあるんだなーって思いながら俺の動画を見てくれると嬉しいです。たまに更新とかもしていくんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画で。